こんにちは、ゲームギークです。今回は2020年おすすめのメカニカルキーボードのランキングトップ5です。オプティカルスイッチや小型キーボードなど様々なキーボードが発売されましたが、私としてはですね、そこまで多くのキーボードに触れたわけではありません。ただ、その触った中でのおすすめをランキングにしてみたので、全部で5つ紹介していきたいと思います。これはあくまで私の個人的なランキングではありますが、気になっていたものとかがあれば参考にしてもらえればなと思ってます。2位のキーボード以外は個別にレビュー動画を上げていますので、ここでの紹介は短縮版となりますから、気になったらフルバージョンを見てみてくださいね。では早速5位から見ていきます。5位は Xtrify K4TKL-RGB。K4 はスタビライザーに注入されたシリコングリスが大きな特徴のテンキーレスキーボード。ホワイトとレトロの2色から選べて、ここにあるのはレトロカラーです。トータルで88キーとフルサイズよりも結構コンパクトで、数字パッドが丸々ない分横にグッと小さくなっています。重量はケーブル込みの実測で 1.02kg。キーボードの表面はスベスベと触り心地の良いコーティングです。ちょっと変わった UK 配列で左シフトが小さくなっているのが特徴的。人によっては最初打ちにくさを感じるかもしれません。シフトを押しているつもりなのに、そのすぐ右横のキーを押しちゃってるってこと結構ありました。ケーブルは着脱式ではなく一体型で外れないようになっています。個人的にはカスタムケーブルとか使える着脱式の方が好きだったので、そこはちょっと残念かな。角度調節は1段階のみ可能で、足を立てると高さは約 11mm ほど上がります。キースイッチには赤軸が採用されていて、チェリー MX と性能的にはほぼ一緒のケイル。クリック感はなく、スコスコっと気持ちよくタイピングできます。K4 で最も注目であるスタビライザーのシリコングリスについて見ていきます。大型のキーはですね、どうしてもその大きさゆえ叩くとガチャガチャと音がしてしまいます。そのクリック感と音を改善するためにグリスが注入されています。実際にグリスが注入されたキーの押し心地は通常のキーとは完全に別物。トスという押し心地で、音は非常に静か。でも押し込んだ時の押した感はあるので癖になる押し心地です。押した時には横揺れなどブレることは全くなく、とても安定しています。押してから戻ってくるまで超滑らかです。スタビライザーをよく見てみると、このようにグリスが塗布されていることがわかります。グリスはキーキャップ表面に付着すると除去が難しいので注意してください。K4 にはソフトウェアが存在しなくて、PC に接続するだけで使えるプラグ&プレイとなっています。ソフトウェアが嫌いな方や大会に出る人にはいい設計ですけど、キーバインド変更とかマクロ設定ができないので、逆に不便に感じてしまう面もあるかもしれません。ライティングは特定のキーを組み合わせて打つことで変更できます。FN キーとここのキーを押すことでプリセット6種類を切り替えることができます。加えて輝度やエフェクトスピードの調整も可能です。シリコングリス注入、最初は何のことだろうと思ってたんですけど、タイピングしてみるとその滑らかさに驚かされました。めちゃくちゃいいです。癖になる押し心地なので、リニア、赤軸派の人にはぜひ試してもらいたいです。4位はレイザーハンツマンミニです。オプティカルスイッチを搭載したレイザー初の 60% キーボードです。ブラックとマーキュリーの2色から選べて、軸はクリッキーとリニアの2種類。紹介するのはマーキュリーとクリッキーの組み合わせです。これは英語配列ですけど、日本では日本語配列も売ってます。重さは実測で約 460g とかなり軽いです。キーはライティングが綺麗に見えるフロートタイプで、トッププレートはアルミでできています。それに対して底のベースはプラスチック製。バイゲーマース、フォーゲーマースがびっしり刻印されています。ベースなんてあんまり見ないですけど、ちょっとしたおしゃれポイントですね。キーボードに角度をつける足は2段階まで調整できて、そこそこ角度がつくのでタイピングはしやすいです。キーボードの背面には USB-C ケーブルの差し込み口。USB-C 着脱式なのは嬉しいですね。このようなカスタムコイルケーブルをつなげることもできます。キーキャップは摩耗耐性のある PBT ダブルショット。文字部分は透過処理されていて、滑らかな表面で触り心地はいいです。60% キーボードはキーが少ない分、FN キーを押しながら別のキーを同時押しすることによって他の機能を呼び出すことができます。その名の通り、カチッとしたクリック音がするクリッキー軸。
この軸はレーザー独自のオプティカルスイッチで、従来のメカニカルスイッチは金属接点で動作していましたが、オプティカルスイッチでは光を通すことによって動作します。金属同士が接触しないため摩耗せず、耐久値が向上し、高速アクチュエーションが可能となりました。カチッとした打鍵音はもちろんですが、大加圧である 45g を超えた瞬間に打鍵されて跳ね返るので爽快な感じです。ただし、やっぱり夜中にタイピングするにはちょっとうるさいですね。キーボードを持って振ると、スタビライザーがカシャカシャと音を立てるのがちょっと微妙かな。ソフトウェアのレーザーシナプス経由でライティングの設定をできるほか、キーの同時押しでもライティングの変更が可能です。FN とコントロールと数字で変更可能。ただしこれはレーザーシナプスが起動しているとダメなので、ソフトウェアが起動していないことが条件となります。最近はリニアや静音軸ばっかりだったので、久々にクリッキーを使いましたが、夜中にうるさいという点を除けば、非常に気持ちいい音だし、フィーリングもいいです。ユーザーのニーズをしっかり満たす隙の少ない 60% キーボード。ただやっぱり他の 60% キーボードと比べても高いので、オプティカルスイッチにその差額の価値を見出せるかがポイントですね。3位はロジクール G913TKL。ワイヤレス、ロープロファイル、そしてテンキーレスというユニークな組み合わせのキーボード。その値段の高さで有名ですが、高いだけあって性能は素晴らしいです。使い心地はとてもいいんですけど、ランキングとしては値段を加味するとこれ以上上がらないかなって感じです。ブラックとホワイトから選べますが、これはホワイト。白銀で美しいデザインです。普通のキーボードの高さってだいたい 30mm から 40mm くらいなので、22mm という高さはかなり薄いです。手首の角度があまりきつくならないので、長時間タイピングしても疲れません。重さは実測で約 812g でした。ワイヤレステンキーレスキーボードとしては軽め。トッププレートはメタリックなシルバーで非常にスタイリッシュなデザインです。日本語配列でキーの数は全部で91キー。基本的に日本国内で流通しているのは日本語配列のみです。ワイヤレスモードを含むファンクションボタン。ゴムっぽい質感で柔らかいです。ゲームをする場合は低遅延の 2.4GHz 一択ですが、日常的な作業とかブラウジングに使う分には Bluetooth も OK。あとの2つはオンにすることで特定のキーを無効化できるゲームモードボタンと、ライティングの明るさを段階的に調整できるショードボタン。右側にはメディアコントロールキーがあって、ワンボタンで音楽の再生などができます。銀色の音量調整ダイヤル、スルスルと軽く回転します。音量の上げ下げにとても便利。ベースフレームはプラスチックでできています。キーボードのアングルは2段階で調整可能で、これがフラットの状態。で、これが4度の状態。これが最大傾斜の8度。個人的にはこれくらい角度がついた方がタイピングしやすいです。背面にあるマイクロ USB コネクタ、ここにケーブルを挿して充電します。バッテリーの持続時間、明るさ最大のライティングオンでは40時間と短めですが、ライティングオフだと1124時間というバグった数字になります。充電を全く気にせず使いたいならライティングオフ一択ですね。キー軸はオリジナルのコンパクト GL メカニカルスイッチ。クリッキー、タクタイル、リニアの3種類がありますが、ホワイト版は中間的な位置づけであるタクタイルのみ販売されています。このタクタイル軸のアクチュエーションポイントは浅くて 1.5mm で高速反応します。アクチュエーションポイントだけでなくてキーストロークも浅め。早く底打ちして違和感のない打鍵が可能です。各キーキャップにですね、ちょっと遊びがあるのが残念ポイントです。持って振ってみるとわかるんですけど、カシャカシャと音を立てます。打鍵感はいいんですけどね。チェリー MX を筆頭に一般的となっているプラスシェイプとは異なって2本の爪ではめるタイプです。つまり着せ替えキーキャップは基本つけられないと思ってください。ロジクール G-Hub ソフトウェアで設定を変更できます。ライトの設定やマクロ設定などなど、キーアサインは F1 から F12 しか変更できません。ライティングはそこまで眩しくなくて上品に光ります。目立つようなきらびやかさはないですが、静かに存在感を出しています。値段だけやっぱり高いのがネックなんですけど、ロープロファイルプラスワイヤレスっていうキーボードはほぼ唯一無二の存在で、現状このキーボードが最強の選択肢となります。2位はロキャットバルカン TKL Pro。
キーキャップが特殊でハウジングが思いっきり見えるおしゃれな見た目のテンキーレスキーボード。メタリックな質感も痺れます。プロというのはタイタンスイッチオプティカルという独自の光学式スイッチが搭載されているモデルのこと。テンキーレスなのでフルサイズほど大きくなく 60% ほど小型でもない。コンパクトなのにとても使いやすいフォームファクターです。重さは実測で 640g とかなり軽い部類。ほんの少しだけ通常のキーボードよりも薄いですけど、ロープロファイルではありません。見た目はそんな風に見えますけどね。トッププレートはメタル感があってスタイリッシュ。英語配列でキーはトータルで84キーです。メディアボタンは少なめで、ミュートボタンとボリュームノブがあるだけ。2つともかなり使いやすいボタンなので嬉しい部分。FN とページダウンを押すとゲームモードがオンになります。これ便利なのはキーを無効化するだけじゃなくて、キーアサインを変更することもできるので別のプロファイルとして使えちゃいます。切り替わりがめちゃくちゃ早いのが利点かな。ベースはプラスチックですが安物感はありません。傾斜は1段階で調整可能。平べったさがエルゴノミクスの推しポイントのようです。ケーブルは着脱式で汎用性の高い USB-C。ケーブル自体は意外と柔らかいですね。スイッチは独自のタイタンスイッチオプティカルという光学式スイッチ。クリック感の少なめなリニアタイプで色は赤。WCAT ではスピードタイプとも分類されています。アクチュエーションポイントとキーストロークが浅くて高速反応する FPS 向けの軸。赤というより銀軸っぽい速さですね。一見不安定に見えるほどキーキャップが浮いてるんですけど、打鍵感はめちゃくちゃ良くてスーッと下に降りていきます。軸の構造は一般的なチェリー MX とちょっとだけ違いますね。キーキャップは ABS で薄いユニークな作り。薄いけどそこまでたわむことはなくて、それなりに頑丈です。ただ指紋や油汚れは結構つきますね。それと普通のキーキャップはつけられるにはつけられますが、強く押すと戻ってこなくなったりするので基本的にはダメですね。高さも違いますし、着せ替えはあまり期待できません。ただし、この薄いキーキャップとデザインのおかげでライティングがとても映えるようになっています。これはね、かなり綺麗ですよ。値段もこの性能を考えると十分リーズナブル。実はフルサイズ版も売っているので、大きなキーボードが好きな人はそちらを選ぶのもありですね。最後、1位はダッキーメカミニです。正確に言うとメカミニは海外では2019年に発売しているんですけど、日本での発売はかなり遅れて2020年の中頃でした。ちょっと迷ったんですけど、私的には超お気に入りのキーボードなのでランクインさせました。サイズは 60% で、その名の通りフルサイズキーボードの 60% の大きさです。F1 から F12 や矢印キーなどがごっそり削られていてとてもコンパクト。同じサイズではダッキー12ミニというロングセラーモデルがありますが、このメカミニはですね、ベースのフレーム素材がアルミになった重厚感のあるバージョンです。プラスチックじゃない分結構重くて、測ってみたところ約 824g ありました。持ち運びには向きませんが、どっしりとしていて高級感はかなりあります。ダッキーのキーキャップの中でも注目はスペースバー。その年の干支が描かれたおしゃれなデザインです。これはイノシシですね。ちゃんと透過処理されているので光ります。ベゼルは細くてキーはフロートタイプ。足もアルミでできていて頑丈ですが、1段階のみ傾斜の調整が可能です。接続は USB-C で着脱可能。ダッキーシリーズではチェリー MX から軸を選ぶことができます。私が普段愛用するのは静音赤軸やシルバーなのですが、このキーボードではバランス型であるブラウンを試してみました。タクタイル感はあるけど青軸ほどカチッとしていないタイプですね。結構使いやすいです。60% キーボードって打てる文字少なすぎないっていうのはごもっともですが、 FN レイヤーを使うことでフルサイズ並みのキーを打てるようになります。この FN キーと他のキーを同時押しすることで、キーの手前側にプリントされているキー機能を発動できます。慣れれば結構役立ちますが、編集とか日常作業が多い人にとってはやっぱり手間ですね。ダッキーキーボードにはソフトウェアがなくて、全てハードウェア上で設定を行います。
例えばライティングの変更は FN と Alt と T を同時押し、これで順番にサイクルしていきます。スピードや色を RGB で変更することも可能です。また、ハードウェア上でマクロを記録して登録することもできます。ただこれは結構ややこしいので、別の動画にまとめてありますので、そちらをご覧ください。コンパクトで使い勝手のいいダッキーキーボードに重厚さと高級感が足されました。一押しのキーボードです。実は来年はダッキーメカ SF というデリートキーや矢印キーが追加されたバージョンが発売される予定です。日本へいつ来るかは不明ですが、また輸入する予定なので手に入ったらレビューします。以上が2020年メカニカルキーボードランキングトップ5でした。個人的に10キーレスよりも小さいサイズが好きなので、フルサイズはランクインしていません。ダッキーメカミニの重厚感と高級感はかなりいいですし、とても使いやすいです。ソフトウェアがないので、ハードウェアマクロとか慣れるまで難しいのがちょっと難点ですね。今はロジクール G913TKL をメインで使っています。ワイヤレスだし、ロープロファイルだし、打ち心地いいので好きなんですけど、やっぱり値段が高いのだけ壁ですね。最近はロジクールとかレーザーとかカラーリングが豊富なキーボードが増えてきていますので、デスクのセットアップに合わせて色々と選べる楽しみも出てきました。ここまでご視聴いただきありがとうございました。ゲーミングデバイスに興味があったらぜひチャンネル登録をお願いします。ではまた次の動画で会いましょう。